2006年に夢の技術として世界を熱狂させた iPS 細胞。あれから約20年、厚生労働省の専門部会が iPS 細胞を用いた再生医療等製品の条件、期限付き承認を了承しました。実際の医療現場に提供されるための重要な関門を突破した歴史的な瞬間です。医療の歴史を塗り替える世界初の快挙を成し遂げたのは日本の2つの企業。1社目は大阪大学発のスタートアップであるクオリプス株式会社。そして2社目は老舗の大手製薬企業である住友ファーマ株式会社。この2社が挑んだのは人類がこれまで決して治すことのできなかった絶望的な臓器の壁でした。iPS 細胞とはいわば人体のマスターブロックのような存在です。人間の血液や皮膚の細胞を初期化し、心臓や脳、神経など体中のあらゆるパーツを構築する万能な材料になり得る細胞。この万能な細胞を使ってクオリプスは心臓の、住友ファーマ社は脳の治療に挑みました。まずはクオリプスが開発したニハートという製品を見ていきましょう。同社のターゲットは動脈硬化などで心臓のポンプ機能が著しく低下してしまう重症心不全という病気です。人間の心臓を全身に血液を送り出すための強力なエンジンだと想像してみてください。一度このエンジンがダメージを受けて錆びついてしまうと、人間の体はそれを自然に修復することはできません。そこでクオリプスは外部機関が厳格な基準で初期化、品質保証した医療用 iPS 細胞ストックを調達。それを自社の高度な培養技術で心臓の筋肉の細胞、つまり心筋細胞へと変化させました。ただ細胞を培養するだけでなく、心筋細胞からなる薄いシート状の組織を構築する技術を開発。シャーレの中で培養されている段階で、このシートはすでに独々と規則正しく自ら脈打っているというから驚きですね。この自ら拍動する生きたパッチを患者の弱った心臓の外側に3枚重ねて直接貼り付けます。数億個の細胞が移植され、この生きたシートは2つのアプローチで心臓を修復します。1つは成長因子などのタンパク質を持続的に分泌し、数ヶ月の時間をかけて新しい血管の形成を促すパラクライン効果。そしてもう1つは移植されたシートが心筋の薄くなった部分を補強し、心臓の壁にかかる過剰な負荷を局所的に軽減することで心臓全体の機能回復を物理的にサポートする効果です。これまでの注射器やカテーテルで細胞の液体を直接注入する手法では、細胞が血流に乗って別の臓器へ流出してしまうオッシュアウトという物理的な欠点がありました。しかし、細胞をシート状に加工して直接貼り付けるこのアプローチにより、目的の場所に細胞を確実に定着させ、安全にパラクライン効果を最大限発揮させることが可能になったのです。一方で、住友ファーマが挑んだのは脳の難病。手足が震えたり筋肉がこわばったりするパーキンソン病の治療製品アムシェプリ。この病気は脳の中で体を動かす指令を伝達する物質ドーパミンを作る神経細胞が徐々に減ってしまうことで起こります。例えるなら、ドーパミンを製造する工場が次々と破壊され、稼働できる生産ラインが失われていく状態。治療では飲み薬によるドーパミン補充のコントロールが限界を迎えると、脳内に電極を埋め込む脳深部刺激療法などデバイスを用いた外科的手術に頼る必要がありました。しかし住友ファーマ社は京都大学のチームと連携し、全く違うアプローチを取りました。不足した材料を外部から運び続けるのではなく、脳の中に新しい工場そのものを建設してしまおうと考えたのです。健康な人の iPS 細胞からドーパミンを作り出す元となるドパミン神経前駆細胞という特殊な細胞だけを正確に作り出します。何十億という細胞の中から
目的の細胞だけを純度高く分離生成する高度な製造技術と、その細胞が基準を満たしているかを厳密に評価する品質管理。生きた細胞を工業製品のように安定して量産するこれらのプロセスは、大手製薬企業が長年培ってきた圧倒的なエンジニアリングの賜物と言えるでしょう。そして頭蓋骨に直径15ミリ程度の小さな穴を開け、特殊な移植針を使い、脳の奥深くにある皮核という部分に数百万個の細胞を直接移植するのです。移植された細胞は患者の脳内でしっかりと根を張り、周囲の神経とネットワークをつなぎ直します。最終的に自らドーパミンを持続的に分泌し始めるのです。失われた機能を細胞レベルで根本から蘇らせる、まさに SF 映画のような技術が現実の医療になりました。心臓に生きたパッチを貼るクオリプスと、脳に新しい工場を建てる住友ファーマ社。臓器もアプローチも全く異なりますが、どちらも人間の体が持つ自己治癒力を限界まで引き上げる革命的な手法です。これまでの対症療法が表面的な症状を抑え込むものであったのに対し、この技術は失われた細胞や組織の機能を細胞レベルで根本から再構築。低下した運動機能や臓器のポンプ機能を劇的に改善させる可能性を秘めたものだと言えます。世界中の天才たちが集まっても、製品として病院に届くまでに約20年。全く別の臓器に挑んだこの2つの技術ですが、実は共通してある巨大な壁を乗り越える必要がありました。クオリプスが立ち向かった重症心不全という病には、これまで絶望的な現実が立ちはだかっていました。薬で進行を遅らせることができなくなると、最終的な手段は人工心臓を埋め込むか心臓移植しかありません。しかし機械の心臓は常にバッテリーを持ち歩く必要があり、感染症や血栓のリスクと隣り合わせの生活。心臓移植は根本的な解決になりますが、世界的に圧倒的なドナー不足という構造的な欠陥を抱えています。日本国内でも移植を待つ間に命を落としてしまう患者さんが後を絶たないという悲痛な状況が続いていました。だからこそ他人の細胞から工場で大量生産できる iPS 細胞の新規シートに大きな期待が寄せられていました。一方の住友ファーマ社が挑んだパーキンソン病にも大きな限界が存在。現在の標準治療は足りなくなったドーパミンを飲み薬で補う対症療法です。初期のうちは薬が効くため、普通の生活を送ることができます。しかし、何年も薬を飲み続けることで、薬の効き目が短くなってしまうウェアリングオフ現象という現実に直面します。薬の効果が切れると、突然体が動かなくなり、激しい震えに襲われてしまう。進行を完全に食い止める薬は存在せず、患者さんは常に病気の進行と戦い続けてきました。死滅した細胞の代わりに、外部から新たな細胞を補充し、失われた神経ネットワークを再構築するしか、負の連鎖を断ち切る方法はなかったのです。どちらの病もこれほど切実な願いがありながら、実用化までに20年もの歳月がかかった最大の理由は、腫瘍化という未知のリスクでした。iPS 細胞は無限に増殖するという素晴らしい力を持つ反面、目的の細胞になりきれなかった未分化な細胞が残存すると、意図しない腫瘍を形成してしまう危険性を秘めています。この腫瘍は奇形腫と呼ばれ、良性ですが、肥大化するリスクがあります。何十億という細胞を大量培養する製造工程において、腫瘍化のリスクとなる未分化細胞の残存を検出限界以下に抑え込む高度な品質管理が求められました。他人の細胞を使って製品化するということは、いつでも誰にでも同じ品質のものを安定して届けなければなりません。熟練の研究者が手作業で作っていた細胞を工場で大量に、しかも無菌状態で均一に製造する品質管理の壁は
想像を絶する高さです。細胞という生き物を扱う以上、工業製品のように同じ形を作ることは極めて困難だったのです。しかし、大学の基礎研究が積み上げた執念と企業の技術力が融合し、ついに実用化への一歩を踏み出しました。今回、実用化を了承された製品はどのようなテストを通過したのでしょうか。厳しいテストである治験において、この2つの技術は驚くべき結果を叩き出しました。まず、クオリクスの心筋シート。大阪大学の病院などで8人の重症心不全の患者さんに移植が行われました。最大の懸念であった腫瘍化などの重篤な副作用は、現時点では一例も報告されていません。安全性がしっかりと確認された上で、8人中半数以上の患者が運動器の指標に明らかな改善を示しました。一方、住友ファーマのパーキンソン病治療はどうだったのでしょうか。こちらも京都大学の病院などで7人の患者さんの脳に細胞を移植。その結果、移植された細胞が脳内で定着し、実際にドーパミンを分泌し始めていることは確認されたのです。複数人の患者さんで運動症状の改善が見られ、根本治療の可能性を強く裏付けるデータとなりました。長年、薬の効果切れに苦しんできた方々にとって、これほど希望に満ちた結果はありません。これらの見事な実績を受けて、厚生労働省は条件、期限付き承認という日本の独自制度を適用して実用化を了承しました。これは安全性が確認され、かつ有効性が推定される再生医療製品に限り、実際の臨床現場でデータを集めながら、いち早く患者さんに届けるための特急チケットのような制度です。今回は7年間という期限が設けられ、実際の医療現場で使いながら本承認を目指していくことになります。これがビジネスという現実の市場に放たれた瞬間、日本経済には全く別の巨大な波紋を呼ぶことになります。iPS 細胞がノーベル賞を受賞してからの十数年は、基礎研究の枠を超え、細胞の安定的な量産、製造法の確立、動物での非臨床試験、そして実際の患者を対象とした厳格な治験という莫大な時間とコストを伴う過酷な臨床開発のフェーズでした。しかし、今回の了承によって、ついに自ら利益を生み出す産業へと歴史的な転換を遂げる可能性が高まっています。これは世界にとって地殻変動を意味する出来事だと言えるでしょう。ビジネスとなると、まず気になるのは、この夢の治療法の値段ですよね。現在は正式な価格が決まっていない状況ですが、どちらの製品も1回の治療で数千万円規模の非常に高額な設定になるのではないかと予想されています。これだけ聞くと、あまりにも高額ではないかと驚かれるかもしれません。ただし、視点を変え、医療経済という社会全体の大きなお金の流れで見ると別の景色が広がって見えます。例えば、重症心不全で人工心臓を装着した場合、機械の維持費や度重なる入院、さらには家族の長期間の介護など、生涯にわたって莫大なコストはかかり続けます。パーキンソン病でも同様に、年単位で膨大な医療費と介護費用が必要になるわけです。もし、たった1回の移植手術で症状が改善し、患者さんが再び社会に出て働けるようになればどうでしょうか。数千万円という初期費用を払っても、将来的には国全体の医療費や介護費を大幅に削減できるという、極めて合理的な経済効果が期待されているのです。そして、今回実用化の先陣を切った2社の戦い方も、非常に興味深い対比を見せています。大阪大学発のクオリクスは、ベンチャー企業ならではの身軽さとスピード感を最大の武器にしました。心筋シートという極めて難易度の高い一点に資金と人材を集中させることで、圧倒的なスピード感と実行力で
実用化の壁を一つ突破する快挙を成し遂げたのです。一方で、住友ファーマは、メガファーマと呼ばれる大手製薬企業ならではの圧倒的な資本力とノウハウを見せつけました。何十億という細胞を無菌状態で均一に育て上げる品質管理技術は、一朝一夕で真似できるものではありません。スタートアップの鋭い一点突破と、大企業の中高長大なインフラという、日本のバイオ産業における2つの成功モデルが同時に証明されたわけです。さらに、この再生医療という新しい産業は、裾野が信じられないほど広いという特徴を持っています。生きた細胞を工場で大量に育てるためには、巨大で精密な培養装置や、細胞の栄養となる特別な液体が大量に必要になります。もう少し視野を広げ、作った細胞を生きたまま新鮮な状態で全国の病院へ届けるための輸送技術にも注目すべきでしょう。クオリプスの心筋シートは、細胞が拍動する生きた状態を維持したまま、凍結させずに厳密な温度管理下で数十時間輸送する独自のパッケージング技術を確立しました。従来のマイナス196度の液体窒素による凍結保存とは根本的に異なるこの非凍結細胞輸送システムには高度な温度制御デバイスとロジスティクスが不可欠です。つまり製薬会社だけでなく機械メーカーや化学メーカー、物流業界に至るまで巨大な経済の波及効果を生み出すのです。新しい自動車産業が生まれるのと同じくらい日本の製造業全体に特需をもたらす起爆剤になるかもしれません。日本の市場だけでなく世界中の難病患者を救うグローバルな輸出産業へと成長するポテンシャルを秘めています。私たちが記憶に留めておくべき重要なポイントは大きく分けて3つあります。1つ目は夢の技術から変える製品へという歴史的快挙。長年研究室の中にあった iPS 細胞がついに私たちが病院で受けられる医療として実用化される見込みです。2つ目は対症療法から根本治療へという劇的な進化。薬でごまかすしかなかった心臓や脳の難病に対し細胞レベルで機能を蘇らせる道が開かれたのです。3つ目は基礎研究から巨大産業へという経済の起爆剤。日本の強みである技術力と製造業、物流網を巻き込み新しいグローバル市場の幕が開けようとしています。今回はクオリプスの力強く脈打つ心筋シートと住友ファーマが脳内に築く新しい工場をご紹介しました。あなたがより未来を変えると感じたのは果たしてどちらの技術でしょうか。ぜひ皆さんの率直なご意見をコメント欄で教えてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。